こんにちは。仕事に役立つ文房具の店店の仕事道具店の店長店です。今日はフライングタイガーで購入した6点のプチプラのね文房具を紹介していこうと思います。こちらがフライングタイガーで買ってきたものたちです。フライングタイガーって季節ごとにこのトートバッグが柄が変わって出るんですよ。前回ハロウィンで買ってすごい便利で使いやすかったので、今回もちょっと可愛い柄が出てたので購入しました。では一回中身を出していきます。はい、こちらが 27.5 ユーロ分フライングタイガーで購入したものです。こちらの4点は、プライベートでの購入なので、9月以降に始めるメンバーシップの動画の方で紹介しようかなと思います。今回は文房具、こちらの1、2、3、4、5、6点を紹介していこうと思います。文房具は合計6点購入しました。最初にざっくり紹介していきます。こちらがクリップ型のメモスタンドですね。これが月曜から日曜までこんな感じで曜日が入っている付箋になっています。これが万年筆、フライングタイガーでね、万年筆初めて見たので購入してみました。こっちがシールですね。中がね、なんか透明のものがいくつかあってちょっと気になったので購入してみました。次は筆ペンかな？ペン先が柔らかくなってるカラーペンです。で、最後は、これは買うか悩んだんですけど、ちょっとやってみようかなと思って、興味半分で買ったマトリックスメモパッドです。では、この6点1個ずつ紹介していきます。最初に紹介するのはこちらのメモスタンド。こちらはですね、こうやって立てといて、写真とかメモとかをこんな感じで立てることができます。何をね挟もうかとかは全然思いついてないんですけど、何も挟んでなくても置いとくだけで可愛いかなと思って買ったのと、なんかちょっと絵描いたりとかしたいなと思ってるので、気に入った絵が描けたりとかしたらここに挟んで飾ってみようかなと思います。はい、置いておきます。次はこちらの付箋です。月曜日から金曜日まで入っている付箋になってて、これが月曜日、火曜日、水曜日、よいしょ、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日。曜日ごとにこの下のね、バーのカラーが異なります。各曜日15枚ずつ入っているそうです。ケースもね、これついてて、このまま保管しておいておけます。どの曜日もちゃんと使えるように点のりでね閉じてあって、こんな感じで好きな曜日から使うことができます。特に用途を決めて購入したわけじゃないので、今のところ何に使うか未定になっているんですけど、せっかくね月曜日から日曜日あるので、家事リストとかなんか買い出しリストとか作るのも楽しそうだし、本当は多分仕事のねトゥードゥーリストとかで使えればいいんじゃないかなと思うんですけど、私他にちょっとそういうちっちゃいメモ帳を使っているので、いつ出番が来るかわからないんですが、ちょっと使ってみようかなと思います。で、肝心の粘着力はですね、結構汚く切れちゃうな。粘着力はそんな強くないかな。平らな面に貼っておく分には問題ないんですけど、貼ったり剥がしたりはちょっと難しそうな感じがするので、ノートに貼って家事リストとしてフォーマットとして使うとかはする場合はちゃんとテープとか糊とかでベット止めてあげた方がいいかなという感じです。次はこちらのファウンテンペン、万年筆ですね。フライングタイガーで万年筆ってあんま見かけたことがなかった気がして、今回目についたので買ってみました。中身はペン本体。何色かとかあんま気にしなかったんですけど、こんな感じの色味のばらつきです。はい。で、中に、すごいカートリッジが2つも入ってます。黒インクって書いてありました、パッケージには。セット方法もしっかり。珍しいですね。イラストでちゃんと書いてあります。かわいい、このイラストも。手書き感がある。では、せっかくなのでセットアップしていこうと思います。こんな感じで開いて、こっちの方のインクを下にしてセットします。
結構硬いですね。あんま入った感じしないんですけど、あ、出ましたね。あ、結構細めの、書きやすいかもしれない。あ、どれぐらいなんだろう。 M よりは、中字よりは細めで、あ、すごい書きやすいです。うん。上に上がる線も下に下がる線も横も縦も。あ、すごい書きやすい。びっくり。あ、ペン先も一応デザインが施されてますね。はい、横からちょっと失礼します。数日後の点です。こちらの万年筆、すごい試し書きの時は良かったんですけども、その後ね、使ってみたら、なぜか、全然ね、書きにくくなっちゃってまして、インクもね、ドバッと出たりとか、変に紙に引っかかって線が引けなかったりとか、で、一応懲りずに使い続けていて、ざらつきのある紙とかにね、こうペン先をこすりつけて、なんか引っかかりになってる様子をね、削れないかなとかやってみたりとかしてて、3日目にして、普通の万年筆ぐらいの書き心地にはなりました。なので、ちょっとね、癖があるペンっていうことが後から分かりましたので、報告だけしておきます。では、続きをどうぞ。入ってるインクはブラックって書いてあったんですけど、真っ黒っていう感じはしなくて、ちょっと紫みのあるような、グレーみのあるような感じがしますね。これめっちゃいいですね。すごい書きやすいです。ぜひぜひ皆さん、ちょっとお手頃価格なので、万年筆デビューとか考えてたけど、万年筆高いなーって思ってた方とかにはかなりおすすめかもしれない。仕事に役立つ文房具の本が発売されました。全国書店 Amazon にてご購入いただけます。ぜひチェックしてみてね。次はこちらの付箋を紹介します。全部で135枚入っているそうで、中はこんな感じ。柄は9柄あります。なので1つ15枚入りっていうことですかね。はい。で、これを買った理由なんですけど、この3枚が多分どうやらこんな感じで透けて下が見えるようなデザインになってるみたいで、いや、これもか。これも透けるのかな？半透明とかのちょっと透けるみたいな付箋は確かにね触ったことがあるんですけど、こう透けるところをデザインにした窓枠みたいな感じにしたやつはあんま使ったことがなくて、なんか珍しいなと思って買っちゃいました。では貼ってみようと思います。まずはこの窓から剥がすとこんな感じです。糊の部分がなんか模様で出てきてますが、貼ると糊は全然目立たないというか、もう結構綺麗な透明ですね。ちょっと可愛いかも。続けて、不機嫌てんちゃんにも貼ってきます。いいですね、いいですね。可愛いな。あとは、鉛筆マーク。で、これ透けなさそう。これは、いや、透けるな。ちょっとイラストが近かった。これがちょっと透けるタイプですね。可愛くないですか？いいですね。日記の見出しとか、あと旅行ログノートの装飾にすごい良さそう。他のやつは、付箋自体はすごく薄いので、フィルムみたいな感じですね。なのでこう貼り付けちゃった後は、付箋とはゆえどもこう剥がれてこないというか、シールみたいな感覚で使えます。めっちゃ可愛い。なんかこうパッとね手に取った時に、これ可愛いなと思って中見た時に、あれちょっとこれ品質大丈夫かなって正直ね思ったんですよ。なんか微妙なんじゃないかなって思ったんですけど、いや全然そんなことなかったですね。めちゃめちゃ可愛いし、使いやすいし、今後ねいろいろ使ってこれでノートとか手帳をデコっていきたいなと思います。
こちらのブラッシュペンズ、筆ペンもね、試してみようかなと思います。こちらは123456788色入りです。筆ペンって日本のものかなって勝手に思ってたんですけど、フライングタイガーで取り扱いがあったんで、そんなことないのかな。なんか簡単に絵の具が塗れるよぐらいの感覚のペンなのかな。では書いてみますね。まずは青色から。あ、結構柔らかい。絵の具がペン先についたよみたいな水彩画がっぽいタッチですね。かわいいかも。これは何色なんだろう。黄色かな。あ、薄い黄色。あ、かわいい。で、色を混ぜたりとかもできますね。緑色になりました。ちょっとペン先が汚れちゃうから、はい、すごいすごい。かなり水分量が多めで、中はほんと絵の具を溶かしましたみたいな感じな気がするな。日本の筆ペンとはやっぱなんか全然違う。ブラッシュペンって書いてあったんで、筆ペンだと思ったんですけど、絵の具をつけた筆の先って感じですね。色味もかなり可愛い。色を混ぜられるのは面白いですよね。イラスト描く人とかは結構楽しいかもしれない。描かなくてもお子さんとかもね、ペン軸がかなり太いんですよ。握りやすくていいかもしれないなと思います。重ね塗りするとその部分が一応濃くなるようになってます。面白い。裏は万年筆もいけるようなちょっとねしっかりした紙なので、そういう紙だと全然裏にも抜けず、ただちょっとやっぱ水分量が多いのかポコッとはしてますね。フライングタイガーのペンとかってあんまり注目したことがなくて、今回初めて万年筆とサインペンじゃない、筆ペン、ブラッシュペンを買ってみて、両方ともかなり当たりだったので、ちょっと今後もペンの新作とか出たらチェックしていこうかなと思います。次に紹介するのはこちらのプライオリティマトリックスというノートパッドですね。付箋とかではなくて紙が束になっています。で、全ページにこのマトリックスと呼ばれる十字のマークがついています。シートは80枚入りだそうです。こちらは何のためのものかというと、優先順位をつけるためのマトリックスになっています。例えばこの縦軸ですね。重要、重要ではない。で、横軸が緊急、緊急ではない。この中にこう自分のタスクとかトゥードゥをこう書き込んでいって、例えば左上重要でかつ緊急なものはすぐやろうとか、緊急じゃないけど重要なものは後でやろう。あとは緊急だけど重要じゃないものは誰かに任せようとか、重要じゃないし緊急でもないものはもう忘れちゃおうみたいな感じの自分のトゥードゥを整理できるようなマトリックスになっています。では私が早速最近やりたいなと思っていることを優先順位付けしてるのを背景にちょこっと雑談していきます。大人になって気がついたことの一つに、優先順位の低いことって一生やらないなと思っていて、例えば落ち着いたら絵を描きたいとか、いつか庭いじりをしたいとかっていうやつをめちゃめちゃじゃあ今暇です、やったらいいじゃないですかっていう状況に自分がなったとしても、なんだかんだぐだぐだスマホをいじったりとか YouTube 見たり、映画を見に行ったりしちゃって、その時間をね確保することはないなと思っていて、自分の中でこの例えばマトリックスで言うと右下の方、緊急でもないし、急ぎでもないものっていうのは何かこうきっかけがないとやろうっていうね優先順位にはならないんですよね。で、そのきっかけは暇になったらだと思ってたんですけど、暇になってもね右下に入れたものは上がってこないんですよ。私もいつか文房具屋をやりたいとか、実店舗をやってみたい、海外に住んでみたいみたいな、右下にね急ぎでもなければ緊急でもない夢みたいなのがいくつもあったんですけど、それらをやるためにはその考え方から変える必要があって、急ぎではないっていうのをもう無理やり急ぎ、今やんなきゃいつやるんだろうみたいなぐらいのマインドにして、
本当は自分の中で急ぎだと思っていたり重要だと思っていた友達との時間、家族との時間、お買い物、読書、他の趣味みたいなのを、強制的にね、一時的にでもデリートイットの方に入れて、いつかやろうと思ってたやつを優先順位上げてあげなきゃいけないんだなっていうのに、大人になって気がつきました。もちろん時間ができたらやろうと思ってたことを実行できる人たちも絶対いると思うんですけど、私は時間ができたらどうでもいいことで時間を潰してしまうっていう癖があったので、いつかやりたいなって思ってることが出てきたら、現状の何と入れ替えるのかっていうのを考えるようにしていて、意外とね、無理やりでも優先順位高くしてやっちゃえば他のもので優先順位を調整する癖がついてて、少しずつやりたいことができている環境になれたなと思ったので、ちょっとね気づきを共有してみました。このパッドは結構可視化とかねできてすごく便利だなと思いました。悩んだらねちょこちょこ使っていこうかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。フライングタイガーのオンラインサイトは商品説明文とかもねちょっとポエムチックで変わってて面白いので、よかったら覗いてみてください。またね。